セレブという社会的地位や知名度があっても信頼できると思った相手に裏切られることがあります。今日は詐欺事件に巻き込まれて多くのものを失った7人のセレブたちを紹介します。ケビン・ベーコン。数々の映画で知られる名優、ケビン・ベーコン。彼と妻で女優のキーラ・セジュウィックはアメリカ史上最大級の金融詐欺事件に巻き込まれていた。その詐欺師の名はバーナード・マドフ。マドフはウォール街の著名な投資家で長年にわたって安定して利益を出せる夢の投資家として知られていた。しかしその実態は自転車操業の詐欺師だった。2008年のリーマンショックをきっかけに投資家たちが資金を引き上げようとしてこの男の嘘が暴かれた。被害総額はおよそ650億ドル、日本円にして7兆円以上。被害者の中には銀行や基金だけでなく多くのセレブたちも名を連ねており、ベーコン夫妻はこの詐欺事件によって莫大な資産を失った。具体的な金額は明らかにされていないが、数千万ドルの被害に遭ったと言われている。それでも彼はお金は失ったけど家族も健康もキャリアもあるから大丈夫と前向きに語っている。マドフは2009年に懲役150年の判決を受け、その後2021年に服役中に死亡した。この事件の有名人被害者は他にもスピルバーグ監督やジョン・マルコビッチ、ダスティン・ホフマンなどがいる。アルパチーノ。ハリウッドの伝説的俳優、アルパチーノ。彼が資産管理を任せていたのは投資アドバイザーのケネス・スター。この男は長年、セレブ御用達の資産運用のプロとして知られており、アルパチーノの他にも、シルベスター・スタローン、マーティン・スコセッシ、ユマ・サーマンなど、名だたるスターたちの信頼を勝ち取っていた。2010年、税務署からの連絡により、彼は税金を滞納していることを知った。問題が発覚してすぐに、パチーノの弁護士と財務担当チームが対応し、税金の支払い以外にも、かなりの資産がなくなっていることを突き止める。ケネス・スターは投資詐欺の罪で逮捕された。この男によるセレブたちの被害総額はおよそ3000万ドル、日本円で約30億円。スターはセレブたちから預かった資金を不正に流用し、自身の高級アパートの購入や贅沢な生活に使っていた。彼は単に資金を横領していただけでなく、顧客に偽の財務報告書を送っていたことで、多くの被害者は最後まで資産は増えていると信じ込まされていた。スターは最終的に懲役7年半の実刑判決を受け、すでに出所している。ビリー・ジョエル。世界で最も売れている音楽アーティストの一人、ビリー・ジョエル。彼の最初の結婚相手、エリザベス・ウェバーの兄であり、娘の名付け親でもある、フランク・ウェバーは、ジョエルから深く信頼された人物で、財務やビジネスの多くを任されていた。1980年代後半、ジョエルが自分の財政状況について、不審な出費や投資の損失、説明のつかないお金の動きが目立ち始めたため、専門家に調査を依頼。その結果、ウェバーがジョエルの資金約3000万ドルを不正に流用していたことが発覚した。彼はジョエル名義でローンを組んだり、不動産や投資に勝手に資金を使っていた。1989年、ジョエルはフランク・ウェバーを相手取り、総額9000万ドル、当時のレートで約100億円の損害賠償請求訴訟を起こす。訴訟は長期化し、最終的に裁判所はウェバーに巨額の支払いを命じたが、ウェバーには支払い能力がなかったため、全額を回収することはできなかった。この事件は、金銭面だけでなく、ジョエルの精神面や家族関係にも大きなダメージを与えた。ウィリー・ネルソン。アメリカを代表するカントリー歌手、ウィリー・ネルソン。1990年、アメリカ国税庁は突如としてウィリー・ネルソンの資産を差し押さえた。その理由は1600万ドル、日本円で約20億円にも及ぶ脱税疑惑。だが、この脱税はネルソン自身の意図によるものではなく、彼が雇っていた会計士及び投資会社、プライス・ウォーターハウスがネルソンの資金を高リスクのタックスシェルターに投入し、それが違法行為とみなされたことが原因だった。タックスシェルターとは、課税対象となる所得や利益を減らすための合法的な節税手段のことだが、この投資会社は違法なペーパーカンパニーの使用や実態のない損失計上などの詐欺行為を行っていた。ネルソンはその運用に関して会計士に全面的に任せていたと語り、実際に彼はその詳細をよく理解していなかった。しかし、国税庁はそんな言い訳を許さず、
彼の銀行口座、農場、自宅、そしてレコード会社の所有権までも差し押さえた。そして彼の私物のほとんどがオークションにかけられ、事実上、彼は無一文の状態に追い込まれた。だがネルソンは、この状況を逆手に取り、1991年に、The IRS Tapes, Fool by My Memories というアルバムを発表。日本語に訳すと、税金のための録音、誰が私の思い出を買ってくれる。で、音楽を売って税金を返済しようとしている、皮肉と悲哀を込めたタイトルだった。このアルバムの収益はすべて税金返済のために充てられ、さらにファンや支援者たちがオークションで買い戻したネルソンの私物を後にプレゼントとして彼に返却するという奇跡のような支援運動も起きた。最終的に彼は数年かけてこの莫大な税金を完済した。キム・ベイシンガー。ナインハーフやバットマンなどで知られるキム・ベイシンガー。90年代初頭、人気絶頂だった彼女は、ある奇妙な投資話に乗ってしまう。それがエンタメの理想郷を作るために街を買うという前代未聞の不動産契約だった。1991年、キムはジョージア州にある小さな町の一部、約650エーカー、東京ドーム56個分もの土地を2000万ドル、日本円で約25億円で購入。ところが、この街づくり計画は、実際には明確なプランがなく、周囲の助言も聞かずに突き進んだ結果、プロジェクトは完全に頓挫。地価も暴落し、彼女は売るに売れない不動産と、莫大なローンだけが残る状態になった。さらに追い打ちをかけたのが、ボクシングヘレナという映画の出演契約を途中でキャンセルし、制作会社から800万ドル以上の違約金訴訟を起こされる。町の投資失敗と違約金で彼女の財務は完全に崩壊。1993年、ついに破産申請を行い、数千万ドルもの資産を失うことになった。その後彼女は LA コンフィデンシャルで復活を果たし、見事アカデミー賞を受賞している。スタンリー。スパイダーマン、アイアンマン、X メンなどの作者で、マーベルの父として知られるスタンリー。2017年、最愛の妻ジョーンが亡くなった直後、95歳となったスタンリーの周りでは、遺産をめぐる争いが勃発する。実の娘、看護師、ビジネスマネージャーなど、様々な人が彼の世話をしたいと名乗り出る。その中で、最も信頼されていたのが、ビジネスマネージャーのキーア・モーガン。しかし、彼こそが、スタンの資産を不正に操った張本人だった。彼はイベント収益を横領し、スタンのサインを勝手に使ってグッズを大量に販売。さらにモーガンはスタンを自宅から無断で移し、家族との連絡を絶たせる。被害総額は推定100万ドル以上だったが、モーガンの逮捕前にスタンリーはこの世を去った。2019年、彼は正式に詐欺と虐待の容疑で逮捕された。アン・ハサウェイ。アン・ハサウェイはプリンセス・ダイアリーでブレイクし、その後も次々と大作に出演している。彼女は2004年から2008年までイタリア人の実業家ラファエロ・フォリエリと交際していた。彼はフォリエリグループという不動産投資会社のオーナーでバチカンと強力なコネがあると偽り、アメリカの投資家から資金を集めていた。実際にはそんなコネはなく、投資家から集めたお金を私的な贅沢や交際費、そしてアン・ハサウェイとの豪華な生活に使っていた。2008年、フォリエリは詐欺罪、資金洗浄、横領などの容疑で FBI に逮捕された。アン・ハサウェイ自身は詐欺行為に関与しておらず、被害者で事件発覚時には FBI に事情聴取されている。また、彼女名義で購入された高級品や、彼と共有していた資産、数十万ドルが差し押さえられた。フォリエリの詐欺による被害総額は数千万ドルで、彼は有罪となり、約4年半の実刑判決を受け、釈放後、イタリアに強制送還された。アン・ハサウェイは、この事件で多大な精神的、キャリア的にダメージを受け、交際も即座に解消。後のインタビューで、自分の見る目のなさを痛感したと語っている。信頼は時に最大のリスクとなります。今日は詐欺事件に巻き込まれた7人のセレブたちを紹介しました。よかったらいいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。また次回もお楽しみに。